トゥッティ。皆さんこんにちは、川口水江です。東京デザイナー学園で講師をしています。今日は皆さんと一緒にワークショップで集中線を描いていきたいと思います。Allora, cominciamo。それでは、集中線、効果線を描いてみようと思います。使う道具は、丸ペンです。丸ペンと定規を使います。定規はひっくり返してこの状態で置いてください。線は強弱がある線がいいので、しっかりと最初に力を入れて、そこからゆっくりと力を抜いて、太い線から細い線になるように引いてください。この時力が入るので、定規を支えている反対の手、ペンを持つ反対の手も力をしっかりと入れて支えてください。ペン先がしっかり開いたのを確認してから引っ張ります。丸ペンは細い線を描くための道具ですけれども、柔らかいペン先なので、力を入れると結構太い線まで引けます。こんな風に線が止まってしまうと勢いが、見られないので、スピード線だったり集中線だったりの場合は、最後消えるような感じになる線で描いてみてください。あまり勢いをつけて描こうとしてしまうと線がかすれてしまうことがあります。なので、あまり早く描かないで、ゆっくりと、しっかりと、最後まで自分の引いた線を見ながら描いてみてください。最後までね、描かないと、ちょっと線が、こう曲がってしまったりしやすいことがあります。手の癖でこう曲がったりとか跳ねちゃったりすることがあるんですけど、しっかりまっすぐ引けるようにしてみましょう。それでは集中線を引いてみたいと思います。まず集中させるポイントを決めます。今このクロスさせた点に向かって注目を集めるような線を引いていきます。この注目させる点は中の絵の意味によって変わってきます。瞳のところでもいいし、指先のところでもいいし、頭でもいいし、中心という意味ではなくて、注目をさせたいところに向かって印をつけてあげてください。集中線いくつかバリエーションもあるので、いくつか描いてみたいと思います。この印のところに向かって線を引いていきます。
密度も、表現したいものによって変わってきます。強い表現にしたいときは少し線の数を増やしてみたりとか、こんな感じですね。もう少しラフな感じにしたいときは線の数を減らしてあげてもいいと思います。いくつか束にランダムな感じで、でもまあちょっと束にして線を引っ張ってあげたら、雰囲気のいい集中線になります。あくまでも注目をさせたいのは、今回で言えばこの顔を注目させたいので、顔の周りに向かって線を引っ張ってあげています。なのでこの中心ばかり気にしてしまうと、線をここまで引っ張っちゃう時とか時々出てきます。こうなってしまうとちょっと長すぎますね。見せたいものというのが、本当にこのポイントだけを見せたいのであればこれの方がいいんですけど、顔を見せたい場合は少し長すぎてしまうので、これはちょっと加減をしてあげて、控えめにこんな感じでバランスを見ながら引っ張っていってあげましょう。線の密度を逆にちょっと増やしてみますと、こういったちょっと、黒っぽい密度のある集中線にしてあげると画面に重みが出て、より迫力のある注目させたい感じの演出をすることもできます。線の太さや、線の数によって演出が変わっていきますので、いろんな漫画を見て、バリエーションをちょっと、増やしてみてください。少年漫画や少女漫画、青年漫画によっても少しずつ集中線の種類が違ったりします。少女の場合は線の数が少ない、この辺の軽いものが多かったりしますし、少年になるともうこういう強い、もっと太い線とかかな、このぐらいかな、太く引っ張るとインクもすぐなくなるので、こまめにインクをつけながら描いていってください。こういった強い表現もあります。シチュエーションに合わせて線を引っ張ってみてください。
先ほど言いました、こうはみ出た部分とか、もし汚してしまったっていうようなところがあれば、修正器を使って修正をしてください。こう横にこのままペタペタと塗ってしまうと太い消し跡になってしまうんですけれども、横にこう滑らすように使ってくれると、意外と細い細かい線も、消すことができるので、テクスチャーも大事です。ちょっと粘り気が出たなと思ったら、水などを加えて調整をして塗りやすい状態にしておいてください。もちろん面相筆とか、カラーを使うような、水を入れた筆を使って、水色のですね、水を入れた筆などでも描くことはできます。はい、こういった具合で消せました。それとは別に今人物の後ろに集中線をしてますけれども、集中線を人物に重ねたいという場合は、マスキングをするのも一つの手です。マスキングテープを今貼って、マスクしたい部分をカッターナイフなどを使って、切っておきます。いらなくなったスクリーントーンを代用してもいいです。こんな感じで。そうすると、この上に線を引っ張っても、後でテープを取れば綺麗にカバーができているはずです。やってみましょう。手元の作業をするときは短めの定規を用意してください。短めの定規がないよっていう場合は、私みたいにちょっと定規をこう半分にカットして自分で使いやすい長さの定規を作るのもおすすめです。いろいろな道具がありますけれども、自分の使いやすいものを探すというのが一番いいと思います。人の使っているおすすめもまず聞いてみて、試してみて、その中で自分の使いやすいものを探してみてください。ちょっと下の方までは出ませんか。こんな具合で、修正液を使わないでも、マスキングテープをしてあげたことで境界線きれいな状態で、保護することができています。